この動画では CPU の取り付け方を AMD と Intel のソケット別に解説します。AM4 までは AMD だけ CPU 側にピンが生えていましたが、AM5 から Intel と同じソケット形状になりました。ただ向きの合わせ方が少し違ったりするので、自分の CPU に合った部分を見てください。まずは7000シリーズ以降の Ryzen のソケット、AM5 に Ryzen 5 7600を取り付けてみます。CPU は裏の端子を触らない方がいいので、直前までパッケージに入れておきましょう。マザーボードの上部中央にあるのが CPU を取り付けるソケットです。ソケット内のピンはちょっとしたことで曲がってしまうので、黒いカバーがついています。ではソケットを開けてみましょう。右側にあるレバーを一度押し下げ、少し右にずらすとロックが解除されます。レバーを手前の動かなくなるところまで倒したら、蓋をつまんで持ち上げます。これで取り付ける準備ができました。ちょっと気になったんだけど、このピンって何本あるの？ AM5 の場合だと1718本です。いよいよ CPU をソケットに設置します。CPU の左上にある三角マークと、ソケット側の三角マークの向きを合わせておきましょう。CPU をパッケージから取り出したら、側面を挟むように持ちましょう。大きさの割に意外と重いので、マザーボードに落とさないようにご注意ください。向きが合っているか再確認して、ソケットの枠に合わせてそっと CPU を置きます。きちんと設置できたか心配になりますが、置いた後にぐりぐり指で押したりするのは禁物です。上下にある出っ張りと CPU 側のへこみが噛み合っていれば、問題なく取り付けられています。最後にレバーを戻して、CPU を固定します。まず蓋を手前に倒して、レバーを奥に戻します。かなり重くて不安になりますが、しっかり力を入れても大丈夫です。途中でこのようにソケットカバーが勝手に外れます。レバーはソケット横に引っ掛けて固定します。これで AM5、CPU の取り付けは完了です。お疲れ様。ここからは、インテルの12から14世代に使われているソケット、LGA1700 に CPU を取り付ける手順を解説します。今回使う CPU は、Core i5-12400F です。なんでこんな古い CPU なの？これ13世代が出る直前に買ったんですけど、14世代出たら買い替えるか、と思ってたら、不具合の話が出てきて、結局乗り換えなかったからです。CPU を取り付けるソケットは上部中央にあります。黒いカバー部分に CPU の向きを合わせるための三角マークがありますね。取り付け時は CPU 側の三角マークをこの向きに合わせます。右側にある銀色のレバーを押し下げながら右にずらすとロックが解除されます。蓋をつまんで手前に持ち上げるとピンが見えますね。このピンは少しでも触れると曲がって使えなくなるので、慎重に扱いましょう。CPU を取り付ける前に、まず向きを合わせておきます。先ほど確認したカバーの三角マークの向きに、CPU の三角マークを合わせましょう。裏面を触らないように、側面を挟み込む感じで取り出します。そのまま慎重にソケットの真上まで持っていき、ゆっくりと置きます。きちんと置けたか気になると思いますが、CPU を指で押したりするのは NG です。上下の凹凸部分が噛み合っていたら、きちんと置けていますよ。では CPU を固定していきましょう。まずは蓋を奥に倒します。蓋を下ろしただけではレバーが動かなかったので、今回は手で押さえながらレバーを手前に倒しました。レバーは割と重いので、しっかり力を入れて倒し切ります。ソケットカバーは勝手に外れます。これで LGA1700、CPU の取り付けは完了です。お疲れ様だね。では最後に、
CPU の取り付けに関するお悩み解決コーナーで締めたいと思います。早速だけどピンを曲げちゃったらと思うと怖いんだよね。大抵のマザーボードにはピン折れ保証があるので、過度に怖がる必要はないですよ。ただ購入後3ヶ月または6ヶ月間だけなので、なるべく組み立てる直前に買う方がいいですね。静電気が怖いから手袋して作業しようと思うんだけど、この動画ではなんでつけてなかったの？ CPU を取り付けるときは、手袋をしない方がいいからです。手袋をしていると、ピンに引っ掛けて曲げてしまうリスクがあるので、CPU を取り付けるときは手袋を外しましょう。なるほど。アーシからはこれくらいかな。他にも疑問に思うことがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。